こんにちは、ほぼ日の水野屋です。この動画では英語で日記の見出しを可愛く書く方法をご紹介します。素敵な文字の書き方や色選びのポイントまでリースさんに詳しく教えてもらいました。初心者の私でもあっという間に書けるようになったので、ぜひ皆さんも一緒に楽しんでみてくださいね。最初はジェネラル、何でも使えるデザイン、やってみようかなと思ってますから、始めましょうか。この色コンビネーションが好きですから、青と赤、やってみよう、この色。OK。最初は普通のローマ字、普通の大文字書いて、でも左側はもうちょっと太い線作ります。これは一番簡単と思います。ライブショー書きますね。終わったら青色使います。四角ちょっと書いて周り四角書きます。その後もう一回四角書いて、その後塗りつぶします。かわいい。そう、これはライブショー。長さも関係ないんですよね。ライブショー。確かにそうですね。ライブだけなのに、ショーだけなのに、このスタイルだったら見出しっぽいなやつ作ることができます。水野屋さん、なんか他のよく使える見出しは何ですか？じゃあランチで。ランチ、OK。ランチにしましょう。同じ色使います。逆に青絵は使います。ランチは同じ書き方にしましょう。OK、ランチ。このスタイルはメモっぽいスタイルやってみたいんですから、メモだったら四角形も使います。最初は。でも上の部分はメモ形書きます。線、ストレート線と丸。次ストレート、次丸。本当だ。この流れ。かわいい。メモみたいな形になりますよね。かわいい。その後パッピングスタイルしたい場合は同じスタイルにします。できました。かわいい。どうですか？これすごい。書いてるところを見るとなんか私にもできそうって気持ちになります。これは何でも使えるフレームかな、形作りました。次はどうしましょうか。なんか手帳に何がありますか？何が書きますか？映画とか。映画、OK。映画だったらロイヤルイメージ出てくると思うから、紫色選びました。その後緑色、多分なんか合わせるかもしれないから、これ使います。ムービーは同じ書き方にしましょう。じゃあ、ムービーメモ終わりました。でもムービーはスターの形使いますよね。なんかレビューだったら星形使いますよね。だったら周りで星を書きます。星はこのスタイルの星好き。その後もう一つランダムな
あ、ランダムにね。ランダムなところを描きます。色の組み合わせもいいですね。ですよね。緑と紫、ナスみたい。ナス？そうです。でしょ？あ、塗る星もそれぞれ。そうです。塗ったり塗らなかったり。そう。でもランダムも大丈夫です。かわいい。これはムービーメモ。かわいい。ムービーだったらもう一個アイディアやってみましょうか。お願いします。フィルムの言葉を使います。これは何ですか？なんか監督のやつ。使うやつ。はい。わかります。なんか英語でクラッパー。あ、へえ、クラッパーっていうの。なんか日本語でわかんないんですけど。どうですか？可愛い。よかったです。すごい。よかったです。色も可愛いでしょ。色可愛いです。Okay。色の組み合わせも。これはムービーかフィルムも使えます。使える。次は本とか使えます？OK。読書記録で。読書記録、確かに。色はブラウン、茶色可愛いと思います。茶色と緑、これは別の緑ですけど、これはいいコンビネーションと思いますからやってみましょう。ブックは O は2つ使いますから目みたいですよね。だから本当だ、まつげだ。かわいい。なんか目もそっか、読むからね。そう目になりますよね。ブックメモ。次は本の形描きます。ここからちょっとカーブの線。次はまっすぐ線描いて、and then 同じようにカーブ。ブックだ。その後、このようにスタイルにしましょう。そう、もう一回同じ形でももうちょっと下。塗り仕方は線したらページみたいでしょ。本当だ。だからそんなに完璧じゃなくていい。これはブックメモ完成しました。でもブック水野屋さん、ブックワームの言葉は知ってますか？本の虫？そう。なんか本好き。OK。ワームのイメージが可愛いと思いますから、もう一個だけやってみたい。これはリンゴ。かわいい。リンゴから虫出てる。そうです。でもボーダーとしても使えます。ワームは。例えばこの線、ワームになる。これはボーダーとして使えます。ブックメモ完成しました。かわいいですね。カフェに行った時にも描きたいなと思って。カフェはもちろんブラウン、茶色2つ茶色使います。これはさっきの茶色。でもこの茶色はもうちょっとイエローっぽい。じゃあ始めます。同じ描き方。カフェタイム。OK、カフェタイム。その後サイネージはなんかちょっと丸形やって、この丸形ボーダー作りたいんですから、
これは塗ります、周りで塗ります。そっちも塗るんだ。なんかサイネージみたいな形、カフェタイム、その後チェーンは鎖作りたいんですから、小さい丸、カフェだ。看板だ。看板、確かに。すごい。この後線作って、四角と丸形書いたらカフェ看板作ることができます。かわいい。看板だ。看板ですよね。その後なんか丸だけじゃなくて、四角も三角も自由になんかやって、その後テーミングはもちろんコーヒー豆。コーヒー豆はめちゃくちゃ簡単ですからやってみよう。この部分はなんか半分丸書いたら豆みたい。本当だ。豆棒だ。かわいい。最後は多分なんか日本でメロンソーダとか喫茶店よくありますでしょうか。あります。ストローはたまに赤いストロー。ストライプス。かわいい。から完成です。わー、すごい。かわいい。どうですか？一番でも簡単そうなのはこれかなと思いました。よかった。で、やってみたいのは、カフェタイム。オッケー。やってみましょうか。でも難しい。丸とか難しいです。じゃあ私もチャレンジしてみます。はい、応援してますよ。ありがとうございます。まずこのライブショーを書いてみたい。はい。この2色でやってみます。かわいい。わあ。じゃあまずライブショーと書きます。はい。四角いきます。はい。じゃじゃーん。じゃじゃーん。どうでしたか？アルファベットのこの書き方がもうちょっと満足しなかった。この下にもう一回書いてみてもいいですか？同じの。もちろん。いいですか？もうちょっと太い線の方がいいと思います。コントラストはなるほど良さそう。すごい。すごい。この短時間で成長している。かわいい。本当に素敵。素敵。なんか、アルファベットはちょっとキュッと書いた方が可愛い気がしました。ちょっと L と I がこう開いちゃったんですよ最初。そうですよね。それが私の中ではすごい気になってしまって。わかりました。スペースはなんかちょっと気に入ったんですよね。だからキュッて書いた方が可愛く見える気がしました。じゃあカフェタイム行きましょう。色はどうする？どうしようかな。この2色の茶色でよし書いてみようと思います。はい。太く。その後スペースはあまりなかったらいい。ね。はい。やだ。可愛く書けた。可愛い。可愛い。完璧。成長してる。嬉しい。すごい。じゃあ丸ね。ください。よし。看板完成。小さい丸。よし。最後はバー。完成。よかった。ちょっとボコッとしちゃったけどね。木だからこの形は自然ですね。
やってみましたなんとかできましたね。なんとかできましたお疲れ様です。そう、アルファベット難しいなと思ったんですけど、練習すればね、なんかこういうことかとか、太いところはしっかり太くっていうのを学んだので、コントラストね、コントラストが大事っていうことが分かったので、今日からそうですよね。色も、大切と思いますけど、なんか一つ色も綺麗と思います。おしゃれね、一色でもね、綺麗ですよね。だからなんかコンビネーションも気にしなくてもいいです。あと色合いに迷ったら野菜とか野菜考えたら間違いない。ね、間違いない。そうですよね。やっていこうと思います。リースさん、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。楽しかったです。お疲れ様です。水野屋さん。ありがとうございます。皆さんもやってみてください。